皆さんこんにちは。ポルトガル在住のはるかです。今回の動画はポルトガルで働くってどんな感じというのをトークテーマにお話ししていきたいなと思います。最初のパートとしては企業で働く私の経験のお話をさせていただいて、第2パートでは今大学で研究をしている夫の経験をもとにお話ししていきたいなと思ってます。わかりました。なのでちょっと最初のパートはインタビュアーとして僕がインタビュー聞いてもらえたらと思うので、わかりました。ぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは第1パートのスタートです。じゃあまず一番初めのところ、簡単な自己紹介かな。そうですね、自己紹介。じゃあ自己紹介をさせていただきます。私は日本で4年間企業で働いていて、その時は営業とかそういう系の仕事をしていました。で、4年働いた後にその日本での仕事を辞めてポルトガルに来て、今ポルトガルでもちょうど2年ぐらいかな、2年経たないぐらい働いてるような感じです。で、働いてる場所としてはポルトガルのIT 企業で、主にマーケティングみたいなの仕事を中心に働いてます。で、仕事としてはリモートワークですね。家で働いているような仕事になります。そんな感じかな、自己紹介です。じゃあ続いては、日本で4年間仕事をして、ポルトガルでも2年間今仕事をしているっていうところで、企業でどっちも働いてたと思うんですけど、違いとか日本とポルトガルの働き方の違いみたいなのがありますでしょうか？そうですね、違いはやっぱたくさんあるなと思っていて、まず挙げられることとしては、日本と比べてポルトガルの仕事は職務文章というかジョブディスクリプションというか、その応募した時にこういう仕事しますよっていうその枠組みでしか働かないっていうのかな。なんか日本だとやっぱ総合職っていうくくりとかもあるように、なんていうのかな、その自分の仕事以外のところもやらなきゃいけなかったりっていうのがあったなと思っていて。確かに。なんか特にざっくりしてるもんな。日本の新入社員とかで入って次やる仕事って。そう、特にその新入社員で入ったっていうのもあって、若手がやるべきことみたいなのが実際には書いてないけどやらなきゃいけないみたいなのが多かったんですけど、ポルトガルは本当にそのくくりでしか、もともとあなたはこうしてくださいねっていうことだけをするっていうのが求められてるなっていう、本当自分と関係ない業務というか、そういうところはやらないのがこっちのスタイルだなって思って、なんかそれってなんかやっぱ責任の所在みたいなのがあるのかなと思って、その自分の与えられたこの職務をやるっていうのの責任を果たすために雇われたっていう感じ、だから例えば自分のその手を離れて上司にエスカレーションしたものとかに対しては、そこにはもう責任を持たなくていいみたいな。もう上司にボールがいってるから、ボールがいってるからこっちが謝らなくていいというか、謝りすぎないというか、なるほどっていうのをなんか感じて、それがいい悪いは置いといたとして、そういうちょっと仕事のスタイルの違いっていうのはあるかなって思いましたね。上司じゃなくても部署間でなったら、もう次のはるかがもう次の部署に渡したらもうお客さんに対してもそれはもう次のこっちの部署になってるんで私たちは関係ありませんみたいな。そうだね、だからもうざっくり言うとそんな感じ。日本だとやっぱもう反感買いそうな話だけど、こっちだとなんかその自分が働いてる時もそうだし、自分がお客さんになった立場の時もそうだなって思った。確かに。企業でもそうなんかもうこの仕事の責任は私たちじゃないよみたいなのが結構顕著かなって。なるほど。そうで、それがポルトガルのスタイルなら私はそれに合わせて働いてる方がストレスもないし、っていうので。そこが違いかなっていうのは。雑用とかも新入社員というか1年目の人がやるとかじゃないもんな。なんか発送とかも発送する人がいたりするよね。その仕事の人がいるから自分はそれはしない。下手したら部屋の掃除とかね、新入社員の仕事みたいなのやってたりしたから、ちょっとゴミ捨てとかね。もちろんそれゴミ出しする人もいてるしみたいな。そう、なんかそこはなんかしっかり細分化されてるっていうのかな、なんか役割分担が日本より
というか私が働いてる企業よりはしてるなっていうのを感じました。なるほど、じゃあ自分に最初応募したジョブスクリプション以外のことはもう全然ないみたいな、驚いたことはないみたいな。そうだ、なんかもしその顧客からそれをやれと言われた時に、まずは「はい分かりました」というよりは上司に私が相談するようにしてて、これって私の仕事ですかねっていうところで、実際そういうケースもあって、で相談した時に「いやこれははるかの仕事じゃないから」っていうので違うところに割り振られたりっていうのをまずなんか入って受けないで、上司に確認して、で実際上司もその私の仕事のどこまでやるべきかって分かってるから、それでじゃあやっといてくれるとかじゃなくて、ちゃんと振り分けをしてくれたっていうような感じは経験としてなんかあったかなっていう。本当に言われたことだけをちゃんとしっかり責任を持ってやることが仕事って感じだった。そうが今の私のポジションなのかもしれないけど、もっと分かんない上に行ったら違うかもしれないけどっていうのがあるかなと思います。なるほど、面白いですね。これが一つ違い、大きな違いかなっていう感じですかね。ちょっと似てるところかもしれないですけど、なんかそのカルチャーショックみたいな感じな、働いててちょっと驚いたみたいなことはありますか？そうですね、驚いたことはやっぱ結構あるかなと思って、今一緒に働いてる同僚が結構国際色豊かというか、いろんな国の人がいて、そんな中でなんか休憩長くないみたいなの思うことあって、なんかやっぱ私日本人だから、決められた休憩時間でよりちょっと早めに帰ってしちゃう、なんだけどやっぱ同僚の中には早いな休憩入るの、あれ帰ってこあともうなんか結構時間経ってるよねみたいな。1時間とかでした？そう1時間っていうのが決まってて、あれみたいな、まだ帰ってきてないよねみたいなのがたまにやっぱりたびたびあるかな。それは上司は怒ったりしないんですよ？なんかちょっと長くないですかみたいな。しないんですよね。上司も一緒に行ってる時もある？基本リモートワークだからあれなんですけど、研修の時とかは、そう上司も一緒になんか休憩してたりもしたりで、ちょっと話が弾んじゃってとかパターンもあったのはあった。ちょっと仕事が立て込んでて、なんか10分で書き込んでもうそんなのは絶対ない。食事は食事だし、休憩は休憩だし、なるほど、ちゃんと1時間なら1時間取るっていうのが決まりだし、それにちょっと似てるけど、始業時間、平気で遅れてくるのもあった。例えば9時スタートとかだったら、そう9時10分15分とかじゃない、もうひどい時は9時半とかで、しかもなんだろうな、遅れますみたいなのが事前連絡じゃなくて、遅れておりますみたいな9時過ぎて、そう現在進行形で遅れてるみたいな。なるほど。日本で働いた時だったらだいたい9時やったら8時半ぐらいには帰宅ぐらいの感じもあるけど、8時半に来る人はもうそんないない。いないよね。日本人の同僚の人もいるけど、そういう人はやっぱ早かった。そんな8時半に来る人とかいないね。理由としては電車で遅れる？電車。寝坊さすがに言わないの？寝坊っていうので寝坊って言わないよ。さすがに。でもなんかあれ遅れてきたけどスタバ持ってるみたいな。だからその最初の研修の時とかなんか。すごいな。なるほど。おおとは思った。それは結構カルチャーショック。本当ザ日本企業で働いてた身としてはカルチャーショック。なるほど、確かにカルチャーショック、働き方違いとか驚いたこともあって、じゃあどういうふうに働いていくのか、どういうふうにそういう人たちとかと戦っていくのかみたいな、なんか身につけたこととか戦い方ね、やっぱ大事ですよね。なんかさっきのその休憩長いとか、そういうのも含めて、自分のペースで働いてる人が多いから、なんていうのかな、なんか基本的にメールとかはもう返ってこないんだよね。なんかもう上司に相談しても返事がすぐ来ないとか、彼らのペースで多分仕事してる、から来ない時に何度もメールを送るとか、基本2回はもうマスト。なんか本当に返してほしい内容だったら2回はマスト。なるほどなるほど。なんかちょっと聞いた話だと、なんかヨーロッパの国はあれだけど、どっかの同僚の人とかは2回来てからが勝負だよねみたいなメールが来てからね、1回目はスルーしますみたい
2回来たらそれほど重要なんだ、じゃあ見ようかってなるっていう話聞いたことあったから、なるほど。その自分のペースで物事を進めようと、まあ仕事だから進めなきゃいけない場面もあるから、そういう時に手間だけど何度もこっちが歩み寄るというか、スタイルを取るようにするとちょっとは自分のペースになるかなっていう。なるほど。で、まあ嫌がられたりはしないですよね。しつこいなとは多分思われてると思うけど、あとこれもちょっとあれ人にもよるかもしれないけど、なんか2つ3つ質問すると1つしか返ってこなかったりするのね。ああ、なるほど。だから 1メール1質問とかにするようにしてなんか後で自分が手間だからどうせなるほど、1メール1質問っていうのを徹底してる。なるほど。これは分かんないから、私の関わる人がそうだったのかもしれない直接喋るとしたら、まあ、在宅やからっていうのはあるかもしれへんけど、直接喋るとまだあれかもしれんけど、メールとかだと1個ずつちゃんと丁寧に。そう、4個5個なんて忍ばせちゃったらもう帰ってきてほしい答え一つも返ってこない時あるから、そういうのはちょっと気をつけてっていうのの、その全体を見るとなんか、まあ、相手に期待しないっていうのがちょっと私の戦い方かもしれない。それまでまあイライラしないとか、そんなところで。そんなところでもうイライラしてる場合じゃないから私全然違うかもしれない、それは日本の働き方と。だから期待せずに丁寧にっていうのを心がけると、なんか急がば回れだと思うので、なんか遠回りのように見えるけど意外と数が近かったりするっていうので、ちょっと今戦ってやってます。ああ、なるほど、すごいですね。じゃあそうですね、日本とポルトガルの働き方の違いとカルチャーショックみたいなところで、それでストレスみたいなのもたまるかもしれないと思うんですけども、その時のストレスの向き合い方みたいなところがあれば。なるほど、そうですね。まずストレスの向き合い方というか、ストレスをためないためにやってることっていうと、合に従うっていう精神。なるほどね。なんかポルトガルにいるんだからポルトガルスタイルに慣れた方が私としては働きやすいかなと思っていて、そのポルトガルで働いて日本のやり方を押し付けるというか、それを進めていくっていうのはやっぱり難しいなっていうのが思った。じゃあ例えば5個質問したなら5個返してよっていうのは、それはもうおこがましいことと思って、その向こうのスタイルに合わせていく、ポルトガルとか、ヨーロッパのスタイルに合わせていくっていうのが、なんかストレスをまずためないための方法かなと思って。あっちもそう日本のスタイルで来るとあっちもストレスたまるかもしれない。そうお互いいいことないからそれでやるっていうのと、あとはその仕事終わったらもう仕事のこと気にせず、趣味を楽しむっていう、これはシンプルだけど、趣味だと水泳とか好きなので水泳行って、そこのメンバーと喋ったりっていうので体も動かせるしっていう、もう本当に違うコミュニティに、仕事とは全く違うコミュニティで楽しむっていうのが今のストレスの向き合い方かなという思ってます。じゃあ、これ見てる人の中でポルトガルに就職したいみたいな、なんか仕事を探してるみたいな、ヨーロッパで探してるという人もいるかと思うんですけど、なんかそういう方に向けてメッセージじゃないですか、アドバイスみたいなってありますか？そうですね、ちょっとアドバイスなんておこがましい限りなんですけども、リンクドインで結構応募して、いっぱい結構応募していっぱい落ちてっていうのがあったんですけど、その経験も踏まえて言うと、その募集要項に結構条件って書いてあるけど、それに1個でも当てはまらないから応募するのやめようっていうのはもったいないかなと思って、例えばビザ持ってないとダメですみたいな感じのやつとかも、私もその受けてた当時ビザまだ発行されてなくて、持ってなかったんだけど応募はして、でも待てるよとか言ってくれる企業もあったりとか、あとなんか私がコインブラに住んでて、首都のリスボンの仕事ですってなって、リモートはできませんってなってるけど、意外と面接進んだらリモートができたりとか、結構そういう条件でも変わるというか、そういうので可能性を自分で切っちゃうのはもったいないかなと思うので、とにかく本当に働きたかったら応募する、まずそこからだと思って、応募するっていうのがっていうガッツが大事かなっていうのが私からのメッセージになります。なるほど、すごく参考になりますありがとうございます。ちょっと私のね取り留めのない話だったんですけども、ちょっと最後まで見ていただいた方ありがとうございます。で、今回はちょっと動画のちょっと長さの都合もあって、私の企業で働くってこんな感じというパートになりました。で、次回の動画では今度は夫側にフォーカスを当てて、ポルトガルの大学の研究職で働くってどんな感じっていうのを話して
いただきたいと思うので、わかりました。ぜひ次の動画でよろしくお願いします。はい、では今回の動画はここまでになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオー。